ラジコン天国、熊本線さんにやってまいりました。おお、あれ、中のレイアウトが随分変わってます。お、広くなってる。おお、広くなってますね、ミニッツのコースも。商品が入れられて少なくなって。あ、そういう商品の商品、でもまあちゃんとありますね。はい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 。今日は熊本ラジコン天国熊本線さんにやってきてます。なんとコースが広くなってますね、店長さん。はい。ぼちぼち。ぼちぼち。ちょっとだけ。すごい。で、こういうご時世なんで対面じゃなくてピットも壁向きにですね。これヤシの木がありますけど、レイアウトもなんか見たことあるような、どっかで見たことあるようなレイアウトじゃありますけど、まあ楽しければいいと思います。ミニッツもこれはあれですか、地面っていうかこのマットは公式のやつですか？違います。ダイソーのやつ。ダイソーのやつ。はい、結構いらっしゃるんですか、ミニッツされる方も。最近ちょっと減りましたけど、まあ週になんか毎週何日か来て。素晴らしい。やってみたいと思います。後から。タイムケースもできるんで。お、そうなんですね。素晴らしい。ここでちょっと宮本さんにはここでちょっとドリフトタイヤ履いてタイムアタックをしてもらっていかんですね。ちょっと例のやつが落ち着いたらレースでもですね、例のやつがですね、これさっきちょっとやってみたんですけど、前来た時となんか路面とタイヤの感覚がなんかこう物理の法則に合ってきてるというか。前来られた時はRC のハードだったんで、あれは ET ですかね。アクセル入れたら入れただけ進んでしまって、あとHDT に変えたんで。ブレーキの時の姿勢制御もちょっとできますもんね。前はフロントタイヤが全然グリップ感がなくて、ブレーキの時の姿勢コントロールができてなかったんですけど、なんかフロントタイヤがちゃんと使える感じができているというか、いいですね。いや、面白いですよ、ラジコン自体が。もうなんかこうやばいと思った時にこう耐えるところの動きとかが前はなんかできなかったような気がするんですよね。いったっきりというか、もう入った時の流れでも全部決まってしまうというか、今ちょっと入ってからフロントタイヤでこうコントロールしてラインを変えたりとかってできますよね。姿勢を変えたりとか、なんかすごい前と全然イメージが違って、なんか車っぽい動きを。自分で参考になると思いますけど。いや、乗ってる気持ちになってハンドルを切ってもらうと大丈夫です。してもらってもいいですけどね。そうですね、ジャンプ台もありますね。いい感じだ。どうですか、やっぱちょっと前よりも難しくなったとかっていう方もいらっしゃるんですかね。そのタイヤのグリップが変わった感じで。いや、それはないですね。最初変えた頃はですね、いらっしゃったんですけど、最近はみんなこれに慣れてきたんで。ちゃんと端を乗せてあげてタイヤのグリップが上がった時のこの加速感と乗ってない時のこの加速しない感っていうのも差が分かりやすいですよね、前のよりもですね。
前は2秒前に出てた。前のはそうです、荷重乗せようが乗せまいが踏めば食ってたんで、これはちょっと楽しいような気がしますんで、ちょっと後から走ってみたいと思います。ちょっと店長さんがかっこいいと思うヤシの木の飛び込みをちょっと決めてもらっていいですか。一回でいいのでさあ、ここはここ準備でちょっとウォーミングアップしながら入ってもらってのアウトからしっかり踏んできて姿勢を保ちながら外に飛ばないよスピンなかなか難しい。あれ難しいですよね。R がここからここの R とこの途中からこっちの R が2つ R があるので、この外側のこっちの R に向かってエアピンからドーンとここに向かってドーンと入ってきてもらうと、さあいけるか。飛ばないけどきっと誰かが決めてくれるようになる日が来ると思うので、ちょっとできる人が出てきたら言ってもらったら動画撮りに行きますんでよろしくお願いします。なんかコースも広くなって楽しさが30倍ぐらいになってますんで、感染対策だけしっかりしてですね、来る方は遊びに来てください。